今ですね、東京にいまして、ドーム建設とはちょっとね、お休みしてます。なので、今回は、別の実験をね、お送りしたいと思います。少し前ですけども、こういう装置をね、手に入れました。これ何かというとですね、こういったものなんですけど、これはレーザーモジュールですね。レーザーカッターっていうのがありますよね。木を切ったりするやつがありますけども、あれはレーザー光線で木を切るんですけども、それのレーザー部分だけみたいなね感じになります。アリエクで、結構安くね売ってましたんで、買ったということになりますが、前から欲しかったんですけどね、安かったので買ってみました。はい、で、いろんなタイプとかね出力とかあるんですけども、今回買ったのは40ワット。はい、そうですね、お手軽な価格で手に入るものとしては一番出力が高いものですね。はい、それからもう一つの特徴は、焦点距離ですね。焦点距離をここ回すとこの焦点変わるというね、そういったタイプです。はい、でこれ結構ごついんですけど、ほとんど冷却用だと思いますね。ここ辺がヒートシンクになってますし、ここはファンがあってね冷却するというものですね。多分レーザーはこの部分にちょっとあるだけだと思うんですけどね、こういうものになります。はい、で、ここをね、電源ありますね。こう電源部分がついていて、でこれが外部の電源変換ジュールっていうのかな、ちょっとよくわかんないですけどね、買ったらついてたんで、ちょっと使ってますけども、これなくてもいいみたいですね。はい、で電源としては、12ボルト、直流ですね。直流12ボルトです。なのでここに今安定電源を持ってきてます。はい、でこれで12ボルトをかけて、で12ボルトだけだとレーザーは出ないです。どうするかというと、ここにあるですね、電池ですね。これリチウムイオン電池ですけども、外部からですね、5ボルトですね。5ボルトの直流か、PWM ですね、パルス幅変調ですね。その信号を入れてあげると、レーザーが出始めるというような仕組みになっているんですね。はい、なのでその5ボルトの代わりに今ちょっとね、こうリチウムイオン電池をつないでいるというようになります。これを買った理由なんですけど、これが農業に何か使えないかなっていうんでね、これから検討することになるんですけども、大体3つぐらいね、用途を想定しています。まず一つが、除草ですね。はい、で、前からね除草実験とかやってますよね。やったんだと、高電圧モジュールで、雑草を駆除するみたいなことをやってましたけども、動画の中でですね、いろんな除草方式を紹介したことがありますが、その中でねレーザー方式っていうのを紹介してます。で、世の中のね、メインストリームとしてはレーザーの方がね、主流ですね。はい、海外のベンチャーなんかも結構レーザーを使った除草式っていうのは、実用化されたりしてます。はい、先月か先々月ぐらいにですね、幕張メッセで農業ウィークっていうね展示会してたんで、そこに行ってみたんですけども、そこでね同じようにレーザーでね自走ロボットに乗せてレーザーを、除草するっていうね、ロボットが出てました。で聞いたんですけどね、10ワットのレーザーモジュールを使ってるって言ってましたね。そういったようにですね、ロボットで除草する場合はレーザーを使うっていうのは結構メジャーな方式です。なので私もちょっとねどんなもんかやってみたかったのもあります。はい、ただ個人的にはですね、レーザーを使う除草っていうのはあまり有望ではないのかなっていうふうには考えています。なぜかというと、
レーザーって本当に物理的に焼き切るっていうタイプなので、ちゃんとね狙ったところに当てないと駆除できないんですよね。高電圧モジュール方式だと電極が雑草にね近づいたり触れたりしただけで電気が流れるということになるので、そんなに精度が必要だったりはしなかったということがあります。あと土の中までね電気が通るので地上部だけじゃなくてね地下の方も電気の力で、駆除するというのがね、できるんじゃないかという期待ができるわけですね。なのでどちらかというと私としては、高電圧モジュール方式の方が有効じゃないかなというふうに考えています。はい、ただねやっぱりちょっとやってみないと分かんないですからというので今回やってみます。はい、それからもう一つ、2つ目ですね、害虫駆除ですね、こちらはですねこれもパナソニックかなんかね実験してたのを見たことありますけども、飛んでる虫とかをレーザーで落としたりとかね、またはその葉っぱの上にいる虫なんかを落としたりっていうことでね、やれば、有効じゃないかっていうことで期待してるんですけども、その場合はですね結構長距離レーザーを飛ばないといけないですよね。なので焦点距離がですね近いのじゃダメで例えば1メートル2メートルってねずっと平行光でね光が発散しないで届くっていうようなタイプじゃないとできないですよね。そういった機能があるのかどうかっていうのをちょっと知りたかったというところになります。はい、で最後がですね本来の用途であるレーザーカッターですね。農業資材をねカットするのにね使えないかなということなんですが、特に考えているのはドームをね作った後にかぶせるビニールですね。これを切るんですけど、手で切ってると大変なのでもっと自動ができないかなっていうふうにねちょっと考えているところです。はい、これもね、そのうちまた実験してみたいと思いますけども、はい、そんな感じで、いろいろね使えるんじゃないかなっていうふうに期待します。はい、それではですね、早速やってみましょう。はい、もう接続はね、できてますんでね。はい、で、ちょっとまず5ボルトを外しといて電源を入れます。はい、すると電源が入って12ワットですね。で 1.7 ワットぐらいの消費電力ですけどもレーザーは出てません。はい、ただこのファンとかがね回ってますので音は結構すごいですね。はい、でこの状態で5ボルトを加えます。はい、するとこういう感じでレーザーが出ます。はい、でこれをね距離を変えると離していくとどんどん光の、大きさが大きくなってますよね。なので光が広がっていくというのが分かります。で近づけていくとだんだん細くなってでこの辺がちょっとよく分かりますよね。この辺が多分一番強いんじゃないかなと思いますね。ちょっと音がしましたよね。これで多分今燃えてる感じなんですかね。はい、はい、で消費電力は、約20ワットですね。40ワットというふうなスペックでしたけども40は出てないですね。はい、ちょっと、これが電圧がちょっと低い面だと思うんで、そういうのもあるかもしれませんが、20ワットも出てれば十分ですので。でですね、今やった感じではですね、4センチぐらいが焦点距離で、これから離れるとだいぶ光がね広がっているのであんまり威力ないのかなって感じですね。だから4センチぐらいじゃないと今の、すごい強力な光は、あまり威力ないのかなって感じですよね。はい、なのでこれを例えば助走で使うんだったらこの距離で動かさなきゃいけないってことですよね。はい、この平らなところはいいんですけどね。地面ですから凸凹ありますし葉っぱも
ね、植物も高かったり低かったりしますから、これをこう例えばロボットで動かしてですね、こう動かしたりこう上下に動かしたりして頂点距離を合わせなきゃいけないということになります。なので、結構これ制御大変だろうなっていうね気がしますね。海外でね実用化したものも、大体AI 使ってですね草を雑草をですね認識して、でその位置にねロボット持ってって、データを出すみたいなことをしますよね。だからそれすごく精密な制御が必要になっているということになります。これですね焦点距離変えますんでね、これをやってみたいと思います。これをちょっとねこうぐるぐる回して焦点距離をちょっと変えてみます。ちょっとどう変わるのかちょっと私もよくわからないんでね。例えばこれが焦点距離がねこの辺までなるとかね、またはずっとこう細いのがいくとかねいうのになってくれればありがたいんですけども、どうでしょうか。ではやってみましょうか。はい、あんまり変わらないですかね。あんま変わらないんですけど、ちょっとなんか距離が短くなったような気がしますね。もうちょっとやってみましょうか。かなり緩めました。じゃあこれでやってみます。3センチぐらいになりましたね。ということはこれは緩めると焦点距離が短くなるということですね。はい、これでちょっと今外れたんですけど、これレンズになってますんでね、レンズなし状態っていうんですかね。はい、これでやってみましょうか。もうこの辺でかなり広がってますね。ずーっと持っていくと、全然焦点が合わないですね。かなりもう入り口付近でも焦点がまた全然合わない感じです。ということでこれが要はこのこう広がる光をこいつがこう焦点を合わせてるんですよね。なのでもともとの光はこういうふうに出るってことですね。はい、ということでさっきみたいにね言ったように期待するのとしてはこう平行光がずっとね平行の光が出るっていうのを期待したんですけども、どうもそうではないようですね。これレンズを変えればね、例えば自分でレンズを用意して平行光になるようなレンズを使えばそうなるのかもしれないですけど、ちょっとハードル高いですかね。はい、というので大体これがどういう特徴を持っているのかっていうのね、特性を持っているのかっていうのはちょっと分かりました。はい、じゃあこれを使ってちょっとね、助走を実際にやってみようかなと思います。それじゃあね、やってみましょうか。電気入れますね。はい、こういう感じでレーザーがねますけども、これぐらいの焦点だとこれダメですね。はい、これをこう近づけていくとこれに焦点が合ってると思う。この辺かな、この辺ですね。はい、焦点が合っているとこう焦げたようにします。なのでちゃんと当たればね、焦点があって当たれば多分焼き切れたりするんでしょうけど、
難しいですね。この葉っぱの位置がねこう立体的なので焦点あったところに合わせるのが難しいですね。はい、で確かに焼けているようなね匂いはするんですけど、これで駆除できてるのかどうかって言われるとちょっとどうなんでしょうね。はい、こうね葉っぱのところにこう近いに当てれば燃えると思うんですね。穴は開いてますね。はい、この辺も、時間経ったところはこう焦げてる感じがしますが、やっぱりその当たったところだけですね。葉っぱだけを焼いてるとね、こんな感じで、全体に何か影響を与えているって感じではしないですね。なのでやっぱりこう本当にこうピンポイントに狙ったところに当てるって感じしないと、難しいのかなって感じはします。はい、ということで除草実験してみましたけども、そうですねもっと威力あるのかなと思ったんですけど、思ったよりも切れなかったですね。一瞬でね草とかが切れるのかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。じっと当ててればね、もちろん焼き切れるんでしょうけども、思ったほどではなかったかなというところです。40ワットでこれなので、もっと上げなきゃいけないのかね、それとも上げてもあんまり変わらないのかちょっと分かりませんけども、はい、それから焦点距離がやっぱり3センチ、4センチぐらいかなだとして、それにぴったり合わせないと、効果は薄いなというのがありますね。なので、さっきもちょっと言いましたけどね、こう平らじゃないところでねやるとね、それに地面にね合わせてこう高さを変えるとかね、その草の生え方によって高さを変えるとかいうようなことをしなきゃいけないのかなという気がします。はい、なのでやっぱり AI とか組み合わせたりとかね、そういう高度な制御が必要なのかなというふうに今感じましたね。あとですね、その他の用途ですね、害虫駆除、こちらは結構さらに厳しい感じしますね。平行校じゃないので、もうねこの辺でもかなり広がっちゃってますから、やるとしたらその葉っぱの上に、ね、こういる虫をこう持ってって狙ってピッと照射したら虫がコロッと落ちるみたいなね感じののってあれば使えるかもしれませんね。はい、ちょっと遠くにいるね虫とか飛んでる虫を落とすのはかなり厳しいかなと。もしやるとしたらこういうですね、レーザーモジュールじゃなくてレーザーポインターの強いやつですかね。本当に何メートルもずっと平行にね平行光が出るみたいなタイプのすごい強力なやつ、一応あるのはあるので、そういうのを使うとかいうのはありなのかなという感じはします。なので今のところはレーザーカッターですね。レーザーカッターが一番有望なのかなという気はしてますね。はい、ただこれもね使いようだと思いますので、これからいろいろ実験してみたいと思います。はいはい、ということで今回は、入手したレーザーモジュールの、特性の把握と、簡単な除草実験の方をやってみました。はい、では今回はこれで終了です。ありがとうございました。